今回ご紹介させていただくお宿は鳥取県の三笹温泉にある伊山楼岩崎になります。三笹温泉は鳥取県東白郡三笹町にある温泉地で、世界屈指の放射能泉で高濃度のラドン含有量を誇り、3晩泊まって3度朝を迎えれば万病も治るが三笹の由来だそうです。そんな三笹温泉の中でも伊山楼岩崎さんは三笹川の眺望随一のお風呂と庭園が自慢の老舗旅館になります。大小12カ所のお風呂が楽しめるということなので、温泉が活力剤な私にとって楽しみすぎるお宿です。しかも今回の宿泊は贅沢にも夕食がカニ鍋プランで、源泉かけ流しの半露天風呂付きがある和洋室のお部屋なのです。お宿の隣に専用の駐車場があるので、そこに停めて正面玄関の方へ歩いていきます。三笹川を眺めながら伊山楼岩崎さんの看板の下をくぐり、楽しみにしていたお宿に到着です。大正9年創業の老舗旅館とのことですが、それを感じさせないぐらい綺麗なお宿だと思いました。旅館に入る直前ってワクワクしますよね。それでは館内に入ってみましょう。こちらが伊山楼岩崎さんの館内の様子になります。赤を基調とした足元に全体的に光を取り込んだ明るいロビーです。奥の方へ歩いていくと広々としたお土産どころがあります。そこには鳥取県を代表するさまざまなお土産が販売されていました。お土産コーナーの広さや種類の豊富さからも、岩崎さんが大きなお宿だということがわかりますね。私はお土産コーナーが好きなのでついつい見入っちゃいます。銘菓の稲葉の白うさぎは推し土産ランキングで全国1位を受賞するほどの美味しさです。続いてラウンジの方へ行ってみましょう。川のラウンジ明星と庭のラウンジ白樺の2つがあります。明星のラウンジは三笹川の静かな川の流れを望むことができます。明星ということで赤い床が特徴的なラウンジだと感じました。白樺のラウンジでは白樺の木をイメージした床になっています。庭のラウンジと言われるだけあって美しい日本庭園が望めます。そのために椅子やテーブルは庭園に沿って配置されています。どこに座っても素敵な景色に癒されるので最高ですね。ちなみに2つのラウンジは真ん中でつながっていて、そこでウェルカムドリンクを入れることができます。どちらのラウンジも雰囲気があって素敵なので、もし訪れましたらぜひ座ってみてください。それではお部屋の方へ行ってみましょう。ロビーからエレベーターで上がって6階で降りました。お部屋まで中井さんに案内していただけるので、お部屋が楽しみすぎてワクワクしながら奥まで歩いていくと、今回宿泊するお部屋605号室に着きました。では早速中に入ってみましょう。605号室は半露天風呂付きの和洋室になります。お部屋に入ってすぐにウォシュレット付きのトイレがありました。きれいに清掃されている印象でとても気持ちよく使用できました。そして奥へ行くと7畳半の和室が見えます。一
般的な和室とは一味違ってモダンな感じの畳が素敵ですね。その奥にはベッドで休みたいという人には嬉しい4畳半ぐらいのスペースにツインベッドがありました。またテーブルにはお茶菓子としてカニせんべいと梨ケーキが用意されているのがいいですね。ちなみにこのお部屋から見える景色はどうでしょうか。三笹川や温泉街を一望できて素敵な景観でした。他にも2人掛けのおしゃれなソファーがありました。その後ろがこのお部屋で一番メインの場所になります。ドアを開けるとまず洗面台と脱衣所がありました。洗面台は十分なスペースがあり、ポーラの化粧水などが充実していて嬉しいですね。もちろんドライヤーも完備されていてパナソニック製でした。そしていよいよ半露天風呂とのご対面です。ドアを開けるとそこには石風呂の浴槽があり、しかもなんと嬉しいことに源泉かけ流しとのことです。ただでさえたくさんのお風呂を楽しめるお宿なのに、お部屋のお風呂まで温泉なんて最高の贅沢だと思いました。露天風呂からでも三笹川の絶景を望めるのが嬉しいですね。またシャワーやシャンプー類も用意されているので、露天風呂で頭や体を洗うことができるのも嬉しいポイントです。到着して早々に露天風呂に入ってみようと思います。湯張りは長くて40分ほどかかるそうなので注意が必要です。自分の好きな時間に入れるのが露天風呂付きの醍醐味ですね。他にも電気ポットや冷蔵庫といった設備も揃っていました。またところどころに素敵な絵が飾られていて、何泊もしたくなる本当に素敵なお部屋だと思いました。ちなみにお部屋の近くに自販機があるのも最高でした。続いては大浴場のご紹介になります。イザンロー岩崎さんには大小12カ所のお風呂があり、大きく左の湯と右の湯の2つに分かれています。まずは左の湯からご紹介です。放水の湯は庭園の眺めを楽しめる開放感あふれる露天風呂。歩行湯や寝湯などのお風呂もありました。大浴場では目前を流れる小川を眺めながら入ることができます。他にもミストサウナや足湯、洞窟風呂まであるのが嬉しいですね。続いては右の湯のご紹介です。楽山の湯の大浴場はすき家造りの天井と浴槽の巨石が特徴の内湯。イザンロー岩崎さんの中で最大の大浴場になります。神社の湯は右の湯の中心にある景観の素敵なお風呂です。その他には右の湯にもミストサウナがあり、源泉かけ流しの湯もあるのが魅力的ですね。水分補給ができる給水器もありました。コーヒー牛乳やアイスなどもあり、お風呂上がりもバッチリですね。温泉でさっぱりした後はお待ちかねの夕食の時間です。
冒頭でも言いましたが、夕食はカニ鍋プランで贅沢をしました。個室を案内してもらえたのが嬉しかったです。1年に一度はカニ温泉旅行をしたい私にとって、カニにはやっぱりテンションが上がりますね。有頭エビやアイガモなどの前菜の5種盛りに、鳥取和牛煮込みは素敵な味付けでした。あんこう磯辺揚げやカニしんじょなどの揚げ物、カニ刺しほか2種盛りはタイにカンパチでした。プリップリのカニ刺しを食べることができて頬が緩みます。カニと日本酒の利き酒コラボは私の中では最強カード。とても美味しいお出汁で作るカニ鍋は絶品でした。レモンが添えられていて見た目も美味しそうな焼きガニ。この焼きガニの香ばしさと甘さがたまらなく好きなんですよね。そしてカニ鍋といえば締めは雑炊しかありません。ただでさえ美味しいお出汁にカニの味がプラスされて最高です。デザートのほうじ茶プリンがちょうどいい甘さでごちそうさまでした。温泉とカニ鍋プランの夕食で至福のひとときを過ごした翌朝、三笹川の眺めや流れる音に早朝から癒されました。その景色を眺めながら入れるお部屋の温泉は、朝から贅沢してるなぁという気持ちにさせてくれました。それでは早起きでお腹が空いてきたので朝食に行きましょう。朝食にもお品書きがあるのはすごいと思いました。朝からこのボリュームな上にどのお料理も豪華に感じました。私は朝は和食派なので嬉しかったです。ヤリイカのお作りに干しカレーの焼き物や、おぼろ豆腐にきんぴら、ひじきのりといった小鉢があり、しっかりとした味付けにご飯が止まりません。イザンロー岩崎さんパッケージの海苔もあり、その奥には朝から嬉しい茶碗蒸しがありました。私的にはお味噌汁が好みの味で美味しかったです。相変わらず朝から食べ過ぎましたが、とても満足な朝食でした。美味しい朝食をごちそうさまでした。今回は三笹温泉にあるイザンロー岩崎さんをご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。大正9年から長く愛されたお宿だけあって、スタッフ皆様の心遣いやおもてなしも最高でした。またお部屋の素敵な温泉露天風呂はもちろんのこと、大浴場のお風呂の数の多さには圧倒されました。そして極めつけは山陰の食材を惜しみなく使用した朝夕の美味しいお料理の数々。日本海のカニを食べると最高の贅沢ができた気がします。また三笹の情緒のある温泉街の雰囲気も素敵でした。ちなみに今回の宿泊料金は1人当たり約23,000円でした。もし気になりましたらぜひ訪れてみてください。この動画が皆様の旅館選びの参考になればと思います。